皆様、本日はセッションデジタル時代の過剰債務と若年層支援にご参加いただき誠にありがとうございます。私は本日モデレーターを務めます株式会社開発マネジメントコンサルティングの松木弘子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。近年、デジタルを利用した決済サービスはすっかり一般的になってきました。私自身もオンラインショッピングをする際に、クレジットカードだけでなく、後払いサービスというのをよく利用しています。これはとても便利で、買い物の障壁を低くする一方で、やっぱり翌月、または2ヶ月先の入金を忘れないようにといつも自分にリマインドしているところです。こうしたデジタル決済の普及は生活を便利にする一方で債務を積み重ねてしまうリスクを高め、多重債務の事例が増えてきているとも言われています。そこで本日はデジタル時代の多重債務、特に若者の間で拡大している問題に焦点を当てて、研究の視点と現場での支援の実践から考えていきたいと思います。それでは本日の講師をご紹介いたします。明治大学経営学部教授でいらっしゃいます、小関隆さんです。よろしくはい、お願いしよろしくおます。願いします。もう一方、一般社団法人生活サポート基金常勤理事でいらっしゃいます、清原久美子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。日本の現状ですけれども、日本ではほとんどの人が銀行口座を持っています。その点で金融包摂の水準は高いというふうに見られています。しかし一方で多重債務を抱えて生活に困窮している人々に目を向けてみますと、生活再建のために利用できる金融サービスというのは限られています。例えば、社会福祉協議会は、福祉貸付制度というのを提供しているんですけれども、対象は非課税世帯であったり、高齢者、障害者などに限定されています。で、課税世帯であって生活資金を必要としている人々であったり、債務整理のために利用するということはできないというのが現状です。それでは多重債務を抱えた人々が生活を立て直すにはどのような金融サービスが必要なのでしょうか。そしてそもそも若者たちが多重債務に陥ってしまう背景には何があるのでしょうか。まず、小関先生にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、今ご紹介いただきました小関と申します。よろしくお願いします。この多重債務問題というのは、日本ではどうなのかということについてなんですけれども、最近ではあまり多重債務問題というのは日本で報道されなくなりました。が、問題がなくなったわけではないんですね。で、まず、どういった状況なのかということをご理解いただくための、基礎知識というか、予備知識的なことをお話ししたいと思うんですけれども、今回のテーマです、あります、この若者の多重債務問題に、フォーカスを当てる前に、これまでの歴史的な経過を少し、簡単に整理しておきたいと思います。このスライドをご覧いただきますと、えグラフが載っているかと思います。少し時代遡るんですけれども、日本で多重債務が問題になったのは、1970年代の後半頃だったんですね。で、その当時は消費者金融、マネーレンダーから、無担保でお金を借りるときに、法律上認められていた上限金利というのが109.5%でした。このスライド左側の青い、グラフの、左端の方ですね。で、これは翌年には借りたお金を約2倍にして返さなきゃいけないという非常に高い金利だったわけです。当然返せない人もたくさん出てきまして、で、その結果として、自殺とか夜逃げとか、失踪とか、そういった悲劇が相次ぎました。ちなみに多重債務という言葉なんですけれども、日本ではよく多重債務
っていう言い方をします。多く重なるというものなんですが、英語ではそういった表現がないんですね。英語だと過剰債務、多くの額を借りすぎるという言い方になります。で、日本で多重債務というのは、借入額が大きすぎて返せないということよりも、むしろ、複数の金融機関からお金を借りて、返せなくなる。で、返すために借りるという自転車操業状態になって、やがて破綻するということを、意味しております。ちょっと言葉のニュアンスの違いがあるんですけれども、あの、たくさん借りすぎて返せなくなるという点では共通しています。で、この、左側の青いグラフを見ていただきますとわかるように、1980年代以降に、少しずつ上限金利が下がっていきました。この多重債務が大きな社会問題になって、金利が高すぎるのがいけないんだということから、この、貸金業者に対する規制、金利を下げるといったことが、続けて起きたわけなんですね。しかしながら、それで問題が解決したわけではなくて、やはり自殺とか、悲劇がずっと続きます。そこで、最終的には2010年のところに、ありますけれども、上限金利が20%にまで引き下げられまして、また、金利だけではなくて、借りすぎを防ぐために、消費者が貸金業者から借りられる金額を年収の3分の1までというふうに、上限を設けたわけです。で、さらに、暴力的な貸し付けとか取り立てをする悪質な貸金業者を追放して、また違法な業者への取り締まりも強化していきました。これによって、2010年以降は貸金業者から複数借りているという、多重債務者も減りましたし、また一人当たりの借入残高も大きく減っていきました。この、スライドの右側のところにあるオレンジの、棒が、お金を借りた人の、数。それから、この折れ線グラフのところが一人当たりの借入額を、指しています。2010年代の半ばぐらいまでは、このお金を借りている人も、また一人当たりの借入額も大きく下がっていきまして、これで多重債務問題はほぼ解決だというふうに多くの人が思ったんですけれども、しかし2010年代の半ば以降は下げ止まりになりまして、また、近年は再び上昇の兆しが、見えるようになります。多重債務者だけではなく、多重債務が原因とみられる自殺者数も増えてきています。2020年に約600人だった自殺者数が2023年には約800人、1.3倍になりました。で、この自殺者の約3割は40歳未満の若年層なんですね。特に若い人たちが多重債務に陥るという傾向が見えるようになってきました。次、お願いします。あ、はい。次のスライドお願いします。はい。2010年代の後半以降に多重債務者が再び増え始めたんですけれども、それはなぜかということですね。で、先ほど金利を下げましたということをお話ししたんですけれども、単に金利を下げたというだけではなくて、これまで、貸金業者が取りすぎていた金利の分を、借りていた人に返還する、過払い金の返還と言っていますけれども、この金利を返還するということがあって、また、景気も少し良くなってきたということもありまして、多重債務者が減ったんですけれども、その過払い金の返還というのが、大体時効を迎えて終わりになる、ということ。また、
生活費の足りない人が再びお金を借りて、生活費の足りないところを穴埋めするようになっていきます。で、このスライドの左上のところに、オレンジの横棒のグラフがありますね。で、これは、地方自治体に多重債務の相談に行った人が、多重債務になったきっかけは何ですかという問いに答えた、アンケートなんですけれども、最も多い回答が低収入とか収入の低下というものです。つまり生活費の足りないところを、借金で埋め合わせをしようということなわけですね。で、多額の借金というと、ギャンブルとか、あるいは遊びで浪費するというイメージもあるかもしれません。あるいは、お金の管理ができていない、だらしない人だというふうに思われるかもしれないです。確かにそういう人もいるかもしれませんが、しかし、ギャンブルとか遊興費が、直接の原因で多重債務に陥る人というのは決して多くないということですね。で、収入が少ない、あるいは低下しているということについて、それは一体どういうことなんだと思われるかもしれないので、少しそれについても、お話ししたいと思います。低収入の背景としては、実質賃金が低下している。それから物価が高騰している。さらに、日本では不安定就労が広がっているといったことが挙げられます。スライドの右上の折れ線グラフを見ていただきますと、これは実質賃金の、指標なんですね。で、これを見てわかるように、1990年代以降に、低下しているということがわかります。ちなみに、この、データというのは、従業員の数が5人以上という、小規模な企業も含めているので、大企業だけではないんですけれども、実質賃金としては低下しているわけですね。他の国との比較ということで、右下の折れ線グラフを見ていただきますと、先進国 G7 の諸国と比べてみますと、他の国がおおよそ右肩上がりであるのと、対照的に日本はずっと横ばいであるということがわかります。どの年を基準にするかで、右肩下がりに見えたり、あるいは横ばいに見えたりということはあるんですけれども、他の国とは違って、日本だけは賃金が上がらなかったということがわかるかと思います。それからここのスライドにはグラフを載せておりませんけれども、コロナ禍明けの2022年以降に、物価が異常に上がっていきました。ガソリン代が上がるだとか、あるいは、ウクライナ戦争の煽りを受けて物価が上がるといったことがありまして、政府は最低賃金を引き上げるといったことをして、名目賃金としては上がったんですが、しかし、実質賃金としては逆に下がってしまう。えー人件費を上げたことで、それが物価に跳ね返ってしまうといった、問題も出てきます。さらには、不安定就労なんですけれども、フリーランスとか、ギグワーカーとして働く労働者も急速に増えています。推計では462万人、これは2020年のデータですけれども、いるとされています。若い人が、その食品を運んでいる、というイメージもあるかもしれないんですが、中年世代も多くおります。みんなが収入が低いというわけでは必ずしもありませんけれども、事業主扱いですので、労働者としては保護されないということもありますし、また、え労働者の保護を避けるために、偽のフリーランスという形態を取るということも、問題とされています。
日本の貧困率を見ますと、2021年には15.4%ということで、ついにアメリカよりも高い、貧困率になっていて、G7 諸国の中で最も高いわけですね。貧富の格差が、非常に激しくなっています。こんなことがあって、生活費の不足というのも出てきているわけですね。ご存知の方もいるかもしれませんが、日本には生活保護の制度がありまして、憲法で、人間らしい最低限の生活が保障されているはずなんですね。で、生活保護を受給している世帯というのは、2025年1月の時点で165万世帯、おります。で、この世帯数も増えていますし、申請する件数も増加しております。まあ、これは貧困がだんだん深刻になっているということなんですけれども、まあしかし、誰もが簡単に生活保護を申請できるということでもないんですね。非常にハードルが高いです。ですので、生活保護を受けずに、お金を借りながら、なんとか困難を切り抜けようとしている人も多いのではないかと思います。次のスライドお願いします。はい。次はですね、オンラインショッピングの話ですね。e コマースとも言いますけれども、この e コマースの市場は日本でも急速に成長しています。2014年には128兆円の市場規模があるとされていましたが、その10年後、2023年には248兆円にまで上がりました。10年間で2倍に増えたということになります。次お願いします。はい。金融のデジタル化、キャッシュレス決済が普及しているということなんですけれども、日本は他の先進国に比べて、キャッシュレス決済が遅れているとされていました。比較的現金決済が多くてですね、日本に来る観光客の人たちも、キャッシュレス決済が少なくて不便だという声もあったんですが、政府がキャッシュレス決済を、どんどん進めようという政策を掲げまして、近年ではかなりこの、キャッシュレス決済が増えてきました。日本は銀行口座の普及率が99%で、ほぼすべての人が口座を持っておりますし、また、口座に紐づいて、クレジットカードを使えるわけですので、クレジットカード決済が主流となっています。で、クレジットカードに紐づいたバーコード決済ですとか、あるいはそれとは別に、後払いサービスである、BNPL、Buy Now Pay Later というのも急速に広がっています。で、オンラインショッピングをするのと、キャッシュレス決済をするというのは非常に相性が良いので、オンラインショッピングの伸びと合わせて、この BNPL とか、キャッシュレス決済も伸びてきていると思われます。この BNPL は日本だけではなく他の国でも普及していますけれども、携帯電話などの料金と合わせて後払いができる、ということ。それから、クレジットカードのようにあれこれ情報を入力しなくても、電話番号などだけで簡単に、決済ができるので、特に若い人たちの間で、支持を広げていると思います。次お願いします。先に、貸金業者のことを、お話ししました。金利が下がったとか、借入の限度額ができたということをお話ししましたけれども、この BNPL はどうなのかと言いますと、これは単なる後払いサービスですので、お金を貸すわけではありません。まあ、そこで、本人の借入残高とか、収入とかを確認しなくても利用ができます。その結果どういったことが起きるかと言いますと、えー
お金をもう限度額まで借りてしまって、他にもう借りる当てがない。あるいは信用事故を起こして、もう借りられなくなってしまった。というリスクの高い人が、とりあえず、必要なものを買うために、この BNPL を利用するといったことも起きてきます。また、このスライドの下のところに、書いてある、ものなんですけれども、日本語で書いてあってちょっとわからないかもしれませんが、信用情報の確認なし、ブラックでも使える後払いアプリというふうに書いてあるんですね。で、本人の信用情報が、わからなくても、あるいは、信用事故を起こしている人でも使えるというものです。そうすると、リスクの高い人が、このサービスを使い、その結果、支払いができなくなって、その後ペナルティが課せられるかもしれませんが、この BNPL が新たな多重債務を生み出すという問題が指摘されています。で、この BNPL の場合は、個人情報をあまり収集しなくて、本人確認も厳密に行わないということから、悪意のある誰かがアカウントを乗っ取って、不正に利用するという危険性もあります。こうした様々なリスクに若い人たちは無自覚にさらされていると言えるかと思います。次お願いします。はい。デジタルネイティブである若い世代は、BNPL のようなデジタル決済にストレスを感じないで、気軽に使うことができます。素早く支払いができる。手間がかからずにお金を管理できる。という点で、この BNPL は若い人たちに、とても人気があるわけですね。しかし、先ほども少し申しましたように、BNPL に関する支払いのトラブルというのも、起きています。2021年度には約2万件のトラブルが報告されました。注文していない商品の請求書が届いてしまうだとか、契約条件の情報開示が不十分である。あるいは支払い額が、多すぎるといったことです。で、その3年後の2024年にはトラブルの件数が4万4千件に達しました。2倍以上になったわけです。で、BNPL は、表面上は後払いですけれども、隠れ借金という側面も持っているわけですね。で、しかし、借金という認識がなく使えるので、つい使いすぎてしまう、という恐れもあります。この BNPL が一概に悪いということではないんですけれども、利点もある一方で、過剰消費とか、あるいは、自分がお金をいくら使ったのか、翌月いくら支払わなきゃいけないのかという管理が難しくなるという家計管理の困難、また多重債務の恐れがあるということを、認識する必要があると思います。で、また、消費額に一定の歯止めをかけるですとか、消費者にアラートをする、悪質な業者を排除する、業界への指導、規制といった施策も、必要かと思われます。次お願いします。日本では成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。18歳、19歳は法律上は大人として契約の主体になるわけですけれども、社会経験が乏しく、悪質な業者の餌食になってしまいがちです。で、しかし、金融教育を受ける機会というのはあまり多くありません。金融教育については、また後の方でお話をすることになります。また、その他にも様々な問題がありまして、例えば悪質商法、詐欺商法、それから、個人情報を盗み取るフィッシング、といったものもあります。オンラインギャンブルもありまして、かつてはギャンブルというとですね、
競馬場とか競輪場に出かけていって、そこで、馬券を買うといったことになるわけですが、オンラインで簡単にその馬券が買えるとなりますと、抵抗感があまりなく、ギャンブルができる。また、若い人たちの間には、このギャンブルに対するネガティブな感覚がだんだん薄れてきていて、ギャンブルは楽しい、面白い、やってもいいんだ。そのような、風潮が広がってきているということも実感しています。趣味としてのギャンブルだとか、娯楽としてのギャンブル、こんなイメージが、テレビの広告などでも、どんどん作られてきています。それから、マルチ商法というのがありまして、日本でも昔からある、決して新しくないビジネスなんですけれども、特に若い人たちをターゲットとしたマルチ商法というのが、相当普及しております。これの怖いところは、単に、人数がどんどん広がっていくということだけではなくて、洗脳するということがありまして、どんなに被害を受けていても、本人は自分が被害者だという自覚を持てない。さらに、周囲の友人とか家族とかにも被害を広げていく、といったことがあって非常に恐ろしいものです。それから、え送金の時の、違法な業者を使うといったこともあったりします。で、若い人たちがですね、様々なこういう悪質商法とか詐欺とかギャンブルとかマルチ商法とかの被害者になるということもある。一方で加害者になる、犯罪者になるといったこともあります。このスライドの右下のところにある広告は、これはオンラインで馬券が買えるというアプリのものですね。こういったものを通じてオンラインギャンブルに、手を染める若者がどんどん増えています。次お願いします。奨学金についてです。欧米諸国では、奨学金というと、給付型の奨学金が多いと思いますが、日本で奨学金というと、教育ローン、貸与型、お金を貸すというものが大多数です。もちろん日本にも給付型の奨学金はありますけれども、大部分が貸与型、お金を貸すというもので、卒業して半年ほど経ってから返還が始まるんですけれども、この返還が非常に大変だということで社会問題になりました。この、スライドには大学、短大、など、並んでいるんですけれども、一番上の、大学の例で見ていただきますと、過半数の、大学生55%がこの奨学金を借りて大学に進学しているということがわかります。卒業してから、10年、20年、あるいはそれ以上にわたって返済を続けていかなければいけません。表面上では、ほとんどの人が期日までに返還をしているんですけれども、しかし、その返還をすることが優先されて、人生設計が崩れたという人も多数います。思ったほど賃金が上がらない、といったことで生活が苦しくなる。結婚や出産を諦める。マイホームを諦める。といったことも起きています。次をお願いします。サポート基金の清原です。私の所属する生活サポート基金は、2005年に東京都で設立した団体です。市民が市民を助ける仕組みを作り、社会的弱者、多重債務者を支援することを目的としています。現在11名の職員で相談や貸付事業などに当たっています。
事業の内容としましては、生活を再生するための生活相談事業。これにつきましては、多重債務、過剰債務になった方が、どうやって生活を再建するかということを相談し、解決策を一緒に考えていきますが、多重債務、過剰債務に陥った方は、ほとんどの方が金融債務だけではなく、家賃、学費、税金など生活上の問題も抱えていて、様々、延滞によって、例えば給料を差し押さえられたり、子供が大学に行くお金がなくて進学を諦めたり、家を失ったりという危機にも、生活の危機にもさらされています。金融債務の問題解決だけではなくて、こういった生活全般を立て直すための相談を行っています。そして相談の中で、私たちは貸付事業も行っています。金融事故に遭った方は、どこからもお金を借りられなくなっていますので、こういった方の生活を立て直すためにお金を貸し付けるということを行っています。家計上返済できるかどうかっていうことを丁寧にお話を伺った上で、家計の収支のバランスの崩れを直しながらお金を貸すという事業です。そしてお金を貸すための資金として市民の方からファンドを集めています。このファンドを集めたファンドをもとにお金を貸すということで、金融商品取引業登録も行っています。また相談に関しましては、東京都の事業も受け負っておりまして、東京都民の方、約毎年1000年超の方の新規相談を受けています。次のスライドお願いします。こちらは年間1000人以上の方をご相談している方の、年代別の相談者の、割合を示したものです。一番上の行が20代の方。ご覧ください。2019年からだんだんに割合が増えています。2005年当時から始めた相談の中で、長らく50代、40代の方が相談の主流を占めていました。ところが、このコロナ禍以降は20代の方、30代の方の割合が大変多くなってきています。右側のスライド、表を見ますと、2020年と2024年の比較で、20代の方は10%から14% に伸びたのに対し、50代の方は27% から24% に下がっています。この若者の相談が増えた原因としまして、私たちが相談の現場で感じることは、今までも小関先生のお話でありましたように、まずはネット上で様々な消費行動ができるようになったこと。そして、ネット上での情報を鵜呑みにしてしまって、過剰な消費行動をしてしまうことが原因ではないかと思います。その結果、消費行動の決済手段としてデジタル金融を駆使しているということが若者の多重債務を増やしてしまっているというように感じています。次のスライドお願いします。この表は20代と50代の借り入れの動機別の割合を示したものです。一番上の行、そして2番目、3番目とありますように、若者の借り入れ、借金の動機としましては、遊興費、交際費、ギャンブル、物品購入、そして一番下の悪質商法に引っかかったという割合が50代に比べても特に高くなっているのがわかります。こういった浪費の具体的な例としましては、ネット上での競馬、競輪、競艇、そしてアイドルへの投げ銭というのも大変多くなっております。1回の投げ銭は
それほど多くないのですが、何回も何回も繰り返し行って、そして、ネット上で他の方に負けたくないのでどんどんやってしまったと。自分の意思表示を認められたくてやってしまったという声は多く聞きます。また、オンライン上でのゲーム、アニメグッズの方も大変多くなっております。そして、えインフルエンサーの宣伝を、信じてしまって、こんなに美しくなるよということを鵜呑みにして、脱毛や整形手術など美容系の消費で多くのローンを組んでしまう。50万円、100万円というローンを組む方も大変多くなっております。また、投資への敷居が低くなっていることから、実際に投資をしたり、また、投資詐欺に遭っている方も若者の中でとても広がっていると思います。その他に、背取りビジネスなどの副業をしないかと誘われて始めてみたもののうまくいかなかったとか、副業ビジネス詐欺というものも大変多くなっています。こういった今若者に大変増えている多重債務の原因について、繰り返し借金をしてまでもやめられないという方については、依存症の可能性もあることから、私たちは都立精神保健福祉センターに相談につなげるようにして、センターと連携し、その方の依存行動からの脱却を目指すということをやりつつ、多重債務の脱却については弁護士さんにつなげるというような複合的な解決を目指しているところです。次のスライドお願いします。私たちの相談では、総合的な解決を目指すということをお話ししましたが、具体的にお話ししたいと思います。まず最初に、1ヶ月分の収入と支出を把握することから始めます。支出については、項目別に、毎日どれぐらいの消費をしているのか、1ヶ月続けるとどれぐらいになるのかということを具体的に計算していきます。そしてその結果、家計が赤字だった場合、その赤字を黒字化するためには、どういうことをしたらいいのかということを一緒に考えます。まずその方法としましては、本人ができること。つまり、自分自身で支出を削減できるところはどこなのか、また収入を増やすことができるのかどうか、ということを考えていただき、次に、借金の整理について弁護士さんに紹介をして一緒に相談に行くということをやっております。債務整理による解決だけではなく、その方がもし福祉的なサービスを必要としていて、まだ受けていない場合には、福祉の関係機関におつなぎすること、などなど行います。また家族関係に問題を抱えている方もたくさんいらっしゃいます。若い方については、親からの虐待、親からの過干渉、ネグレクトなど抱えている場合も多いことから、親との関係修復についてどういったことがいいのかということをご本人や関係機関をも交えて検討してまいります。これら多重債務に陥った原因を総合的に解決するために一緒に考え、そして関係機関を巻き込みながら先に進むわけですが、目的はその人らしい生活を実現するというところにあります。多重債務を抱えた方の中には、精神的な問題を抱えた方もたくさんいらっしゃいます。これは若い方に限ったことではありませんが、相談者のうちの40%ぐらいは、ご本人または家族が精神的な問題、例えば先ほどご紹介した依存症や統合失調症、双極性障害、うつ病などを抱えていらっしゃいます。従いまして、家族を含めた総合的な精神的なフォローも必要となってくることが多々あります。次のページお願いします。
若い方の相談で気をつけていることは、まず現状を見つめて立て直そうという声かけです。若いからといって、えー若者として扱うのではなくて、一人の大人として何ができるのか、自分で決断をして実行していく。そのアプローチがとても重要だと思っております。エンパワーメントに心がけております。若い方は社会経験も少なく、知識も少ないことから、解決策についてはより丁寧な説明も必要となっています。先ほども説明しましたが、親との関係が悪い場合は、例えば親も都立精神保健福祉センターに相談に行く。親は多重債務の場合、子供にお金を助けない。お金の援助はしないで、精神的な支えをお願いします。というような親へのアプローチも欠かせません。次のスライドお願いします。清原様、ご説明ありがとうございました。また小関先生も貴重な背景となる情報について説明いただきまして、どうもありがとうございました。生活サポート基金では、その債務整理だけでなく、総合的に家族との問題であったり、精神的な問題であったり、福祉につなげたり、様々な方との関係を作りながら、総合的にアプローチしているっていうところがとても特徴的だなと、お伺いいたしました。では、それでは、この次にお二人にそれぞれお伺いしたいと思うんですが、こういった若者の多重債務問題、これを予防したり解決をするために、どういったアプローチ、何が必要とお考えでしょうか。支援にあたっては、どういう点に注意すべきとお考えでしょうか。それぞれお伺いしたいと思います。お願いいたします。はい。それでは先に私の方から、お話をさせていただきます。あの、現状ではどんなことが対策としてなされているんだろうかということなんですけれども、まずは政府や自治体がやっていることを簡単にお話しいたしますと、多重債務対策としましては、冒頭でお話ししたことの繰り返しになりますけれども、貸金業による、貸金業者に対する、上限金利の規制であったり、あるいは借り入れのできる金額の、上限を設ける、総量規制と言います。あるいは悪質な業者を追放する、こと。それに加えて、各自治体が、生活困窮者の自立支援事業というのをやっております。生活に困った人、生活を立て直さなきゃいけない人が、生活保護に陥る前に、相談をして、なんとか解決を図ろうという相談事業ですね。その中でも特に、家計管理が、うまくできていない人の、相談に乗って改善に努めるという、家計改善支援事業というものがございます。これを各自治体がやっております。まあ、実際には、自治体が、民間の組織に、運営を委託するといったことになっております。それから、政府の一組織である消費者庁というのがありまして、消費者の保護をする、部署なんですが、この消費者庁というところが、消費者教育の一環として、消費者トラブル関連の教材を作って提供しております。スライドの下のところに3枚写真が並んでいるのがその教材なんですけれども、VR 動画を活用した、教材になっております。だいたい大学生とかそのぐらいの年代の若い人をターゲットにした、詐欺商法であったり、あるいは若い人だけでなく、中高年の人たちを対象としたものもあるんですけれども、この3つの教材のうちの左側ですね。これは、
偽サークルといったものなんですけれども、ターゲットの一人を捕まえるために、いわゆる桜という、このグルになっている人間が、友達のふりをして、一緒に、みんなで活動して、お金儲けをしようじゃないかというようなことを誘うわけですね。で、最終的にはそのターゲットに借金をさせるということになります。二つ目の真ん中のものが、暗号資産なんですけれども、この、暗号資産で、ものすごく儲けているという、いかにも金持ち風の人間が現れまして、自分の言う通りにすればどんどんお金が儲かるんだと。で、暗号資産の取引をさせて、結果としては、儲かるどころか借金がたまるといったことになる。それから、右側のものが、催眠商法と言うんですけれども、いわゆる洗脳ですね。セミナーとか、集会みたいなところに連れて行って、起業したいとか、商品を売って自分も成功したいとかっていう、人間が、多数、おとりとしてそこに並んでいて、その雰囲気に飲まれて自分もお金を出して投資しますとか、ビジネスをやりますとかっていうふうに持っていかれるわけです。で、気がついたら、儲かるどころか借金が溜まっているといったようなものなんですけれども、そういう、詐欺に引っかからないように気をつけましょうといった教材ですね。そういうようなおそらく実話に基づいて作られているのかなと思います。こういった教育であったり、それから先ほど清原さんのお話にあった生活サポート基金に対して東京都が相談業務を委託するといったこともあったり、それから先ほど奨学金のことをお話ししましたけれども、えー高等教育の無償化という、低所得世帯への授業料の減免措置というのも、国が始めたところですね。もっとも、この、え奨学金を借りる必要がなくなったというわけではなくて、一部分の低所得の世帯だけに限定されたものではあります。次お願いします。はい。次、民間の組織の方で何をしているかということなんですけれども、先ほど事例紹介のありました生活サポート基金と同様の事業をやっている組織が日本にいくつかございます。最も歴史の長いものが、このスライド上の方にあります、消費者信用生活協同組合というもので、50年以上の歴史があります。その他、宮城生協ですとか、グリーンコープとかいくつかあるんですけれども、しかし、数としてはごく限られたもので、日本全体をカバーしているわけでもありません。この他ですね、弁護士など専門家による支援組織というのもありまして、このスライドで言うと左上のところに、バナーがつけてあるんですけれども、この専門家による支援組織ができていたり、それから多重債務の被害者による互助組織があったりしまして、これらが毎年大規模な集会を開いたり、個別に多重債務者の相談に乗るとか、政府に対して要求や提言を出すといったことをしております。それだけで十分なのかというと、必ずしもそうとも言い切れないということと、それから日本全体の世論としては、多重債務というのはもうすでに終わったものだというか、もう古いというか、まだそんなものがあったのかというか、あまり現在そういう問題が深刻だという認識があまり共有されていないということがありまして、政府自治体もそれほど力を入れてないんじゃないかなという感じが私としてはあります。次お願いします。次は清原さんからお願いします。
はい。クレジットカードでのショッピングやキャッシング、また消費者金融や銀行からの、借り入れが返済能力を超えて利用できなくなった人、いわゆる信用情報ブラックの人でも、携帯電話のキャリア決済を含めた BNPL は、利用できてしまうというのが先ほどの小関先生の話でもありました。その結果、せっかく私たちが相談の結果、弁護士さんに債務整理を依頼しても、これらをBNPL を使ってしまって、債務がさらに膨らんで、家計が改善しないという事態が起きてしまっています。また、携帯電話とセットになってしまっていますので、これが翌月、例えば5万、10万という枠が携帯電話キャリア決済にはありますので、これが翌月払えないと、携帯電話の通信も止まってしまうということで、ライフラインに支障をきたすという事態も大変多く起きてしまっています。相談の現場では、多重債務になって信用情報上ブラックになってしまっても、BNPL は使わないで、現金で家計を管理するようにということを助言しています。そもそも現金以外の決済手段は、払うタイミングが1ヶ月後以降になるために、よほど潤沢な預金がなければ、相当な水筒管理が本来は必要なはずです。しかし、経験なさい若い方は、その認識が当然薄いので、家計が破綻する可能性は高いと言えます。よって、収入に応じた予算を1ヶ月単位で決めて、消費しようとしている、まさにその時に、この消費は今月の予算に対してどうなのかということを考えてほしいということを相談ではお話ししています。つまり、物を消費した、それを払うタイミングではなくて、消費している、まさにその時に自分の収入に対してどうなのかと、予算に対してどうなのかということを考えてほしいということが家計管理上大変重要であるというふうに考えています。次のスライドお願いします。野原様、ありがとうございます。生活困窮者自立支援事業で家計相談必須事業になったんですかね。必須事業であったになったり、あと生活サポート基金のような、政教組織が、全国にはないにしても14件にはあるという。ただ、それを利用できる方はまだまだ限られるという現状かと思いました。で、後払い、せっかく債務を整理できても、後払いを使ってまた同じ問題を積み重ねてしまうというところで、現金でちゃんと管理していこうというふうに注意をされているということが分かりました。では、これは最後の質問になるんですけれども、こういった取り組みがなされている段階ではあるんですが、さらに今後、まだまだこういった点に力を入れていく必要がある。これが残された課題であるとお考えになる点を、それぞれからお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。それでは私から先に、申し上げたいと思います。政府の規制とか関与というところなんですけれども、これまで話題になっておりました BNPL に関しては、アメリカやイギリス、オーストラリア、ニュージーランドなどの、アングロサクソン諸国では、すでに、規制が、なされていますし、他の国でもその規制を導入しようとしているんですけれども、日本ではまだこの BNPL に対する規制ができていないわけですね。政府としては検討しているようなんですけれども、まだそれができていないというところが大きな問題点として残されているんじゃないかと思います。それから、これも先ほどの話の延長線上ですけれども、詐欺商法ですとか、あるいは、違法な
貸付融資というのもございます。これらに対する規制とか消費者保護というのも、もっとしないといけないわけですね。で、もちろん政府としても規制はしているんですけれども、まだまだ不十分ではないかと思います。で、詐欺については、先ほど、少し、お話ししたんですけれども、他にも、本当に多種多様なものがありまして、若者を対象としたものですと、デート商法のようなものもあったりして、その、恋愛感情を悪用して、高いものを買わせるといったようなものもあったりします。まあ、それから、違法な貸付というものについても、問題になっておりまして、合法的な融資、貸付については、規制があるんですけれども、まあ、その合法的な融資のところで借りられなくなった人というのが、この違法なところに、手を出すということになっていきます。で、もちろんその違法なところに、手を出してはいけないっていうことは、理論上はその通りなんですけれども、背に腹は変えられないと言いますか、やむを得ないということで手を出してしまうという人も、中にはいます。それから、オンラインギャンブルに対する規制というのも当然必要になってくるだろうと思います。それからですね、この生活相談貸付事業なんですけれども、先ほど清原さんからお話しいただいた、この事業というのは、儲かる事業じゃないですね。利益にならない。なぜかというと、相談は無料だからです。で、相談を受けた人の中で、じゃあお金を借りて、生活を立て直しましょうという人は、全体の中でごく一部分。で、その、お金を借りた人が払う金利で、無料相談のコストを全部カバーできるかというと、なかなか難しいところがあります。かつては、それができていた時期もありました。でその貸金業法が改正される前というのは、できていた時期も、まあ、なくはないんですけれども、今ではそれが難しい。無料の、相談というのを、行うためには、やはり公的な資金というのも必要で、政府からの支援といいますか、委託とか、そういった形が非常に、重要になります。で、生活サポート基金については、まあ、どうしてそれが成り立っているんだというふうに思われるかと思いますが、この生活サポート基金の場合には東京都から、補助金が得られているということですね。まあ、しかしながら、東京都というのは日本の中でも特に豊かな自治体、お金がたくさんある。だから補助金が出せる。じゃあ、日本のすべての自治体が同じようにお金を出せるんですかっていうと、必ずしもそうではないわけですね。ということで、政府や自治体がもっとその支援をしないと、まあ、こうした事業というのは成り立たないんじゃないかということがあります。では、清原さん、続きをお願いします。はい。私たち生活サポート基金では、東京都の事業として相談をやっておりまして、今先生からお話があったように補助金をいただいているので、継続できているというところはあるんですが、ただ、本当に相談は大変に混んでおりまして、予約も取りにくいという状況がずっと続いております。で、じゃあ相談員を増やすかというと、やはり予算の関係や、また相談員の育成にも大変、時間がかかりますので、やはりこういった問題が、若い方を中心に多重債務が広がっているというふうに感じておりますので、国としてはもう少し全国に
私たちのような相談窓口がたくさんできて、そして私たちのような団体も、もう少し事業を広げることができるような、そういった支援策が必要ではないかなというふうに思っております。で、どこからも借りられなくなった方でもですね、子供が大学へ行きたいという場合に、奨学金を当然利用するんですが、奨学金っていうのは、大学入学してから6月ぐらいに入ってくるものなので、合格をした時にはお金がまだどこにもない、お金を借りることができません。なので、例えば推薦入学だともう秋口から始まりますし、一般入試でも2月、3月に大きい50万、100万円というお金が必要になってきます。で、低収入の方は社会福祉協議会などでお金を借りることができるんですが、例えば、多重債務の状態だと借りることはできない。あと、みんなが子供が合格した時点で学費を調達できるわけではありません。そういったお金を私たちは貸し付けるということで、学費の貸し付けというのは、うちの事業でも大変大きな柱になっているんですが、これにもですね、やはり金融ブラックの方ですので、焦げ付きなどもありますし、生活の、再建のために、しっかりと、見守って家計の改善をセットでしていかなければいけませんので、相当な相談員のスキルっていうものが必要になってきます。そういった意味でもですね、貸付事業の拡大と、そして相談員の育成には、ぜひ、国を挙げて取り組んでいただきたいなというふうに思っております。次のスライドお願いします。はい、こちらはナッジの話です。金融教育については、この次のスライドで説明をしたいんですけれども、それ以外のことも重要じゃないかということを、一言だけ申し上げたいんですね。で、通常こういった金融に関するトラブルとか問題になりますと、本人の金融に関する知識が足りない。だから、ちゃんと教育をすべきだ。ということになるんですけれども、しかし、教育だけで全てが解決するっていうわけでもないんですね。で、仮に知識があったとしても、心理的な障壁が、適切な行動を妨げるかもしれないということがあります。で、その場合にですね、このナッジ、背中をそっと押すといったことが人々の行動とか意思決定を導くことができるのではないかということですね。例えばということで言うと、このスライドの左上のところにありますが、何か大きな問題が起きる前にアラートが鳴って、注意喚起をしてくれる。それによって、例えば、この余計な借金をしなくて済むといったようなことであったり、騙されなくて済むということもあるでしょう。それから、何かを選ぶというときに、このオプトイン、オプトアウトのような、この選択肢を選びましょうと。しかし、詳しくわからない人の場合に、もしかすると不利な選択肢を選んでしまうかもしれない。そこで、標準的な、安全な選択肢の方に、もともとチェックが入っていると。このようにしておけば、よく考えない人でも、それほど大きな不利益を、被らなくて済むだろうといったものですね。で、ここで重要なことは、本人の、選択権を奪わない。どちらでも自由に選ぶことができる。強制はしない。しかし、セーフガードを設けておくということがあります。本人が、選べないっていうことは、これはやはり、それはそれで問題になるんですね。パターナリズムになってしまうので、本人はちゃんと自分で考えて、選ぶことはできる。けれども、なるべく安全なようにしておくといったことが重要になるかなと思います。ネット上には若者を過剰な消費行動へ誘導する情報や広告が溢れています。
で、実はこれまでも、デジタル社会になる前の、これまでも、市場は、優秀な方たちがですね、一般人を、消費行動へ誘導するためのコマーシャルを、作って、垂れ流してきたのではないかと思いますが、これがデジタル社会の今、デジタル技術を駆使して、若者の脳にまで影響を及ぼして、利益を絡め取ろうとしているではないかというふうに、私は考えてしまっています。で、従って広告規制だったり、ネット上のアルゴリズムへの規制というのが、本来はもっとあってしかるべきではないかなとは思いますが、そこがなかなか難しいということであったり、そこまで検討するのに時間がかかるということであると思いますので、やはり若者に対するリテラシー教育というものをもっと子供の頃から、若者になる前の子供の頃からリテラシー教育が必要ではないかなというふうに痛感しているところです。で、一つ目は、インターネットリテラシーですね。あなたの消費行動はアルゴリズムの影響を受けている。アルゴリズムに支配されているよっていうことを知ってもらうことです。で、もう一つは、ファイナンシャルリテラシーです。インターネットや、金融の仕組みを十分に理解した上で、自分の消費行動は自分で責任を持って家計管理をしながらやっていきましょうということに尽きるのかなと思います。もうなんかすでに私たちの相談の現場では手遅れになってしまっているようなデジタル、こういった金融の社会、世相ではないかなと思いますが、でも、なるべく早くやらないということは、選択肢としてありませんので、なるべく早く社会全体で考えて取り組んでいってほしいなと思っております。関先生、清原様、貴重なお話と提言、重要な提言をたくさんいただいたと思います。本日、誠にありがとうございます。皆様、本日のセッションでお話しいただいたように、デジタル技術は便利さをもたらす一方で、若者を多重債務に陥らせるリスクを抱えています。で、後払いのサービス、BNPL、そして例えば携帯キャリア決済なども借金をしているという意識が薄いまま、利用が進んでしまっているということが、本日のお話からよくわかりました。多くの若者は金融やインターネットに関するリテラシーが十分ではなく、もうすでに手遅れになっているのではというご指摘もあったんですが、やはりこれから今からでも自らを守る手立てというのをやはり提供していく必要が社会にはあるんだなということがよくわかりました。だからこそ政府の規制ですね、特に後払いシステムは何も規制がないということだ。ちょっと驚いたんですけれども、そういった点での政府の規制、金融教育、あと教育だけではなく、そのセーフガードとしてのナッジで工夫できる点もあるんじゃないかというご指摘もいただきました。そして生活サポート基金がやられているような家計相談、家計相談を含めた総合相談ですね、生活相談、こういった仕組みを、政府がさらに後押しして、必要な社会サポートとしてさらに後押ししていく必要があるということが本日よくわかりました。で、若者自身が生活を立て直して、自分のお金を管理して、そして先生がおっしゃったように、自ら主体的に選択できるという、そういった環境になっていくように支えていくことが重要なんだと、本日よくわかりました。小関先生、清原様、貴重なお話、誠にありがとうございました。本ありがとうございま日のあした。りがとうございました。ありがとうございました。おそらく類似の問題を抱えている国々、たくさんあると思うので、日本でのこういった知見、経験、実践が、他の国の皆様にも参考になりましたら大変幸いに思います。では皆様、本日はご清聴誠にありがとうございました。失礼いたします。